こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。皆さん、お元気ですか？はい。今日も一緒に日本語を勉強していきましょう。私のチャンネルでは、日本のトレンドやニュースと一緒に日本語を勉強できます。JLPT N3 から N2 レベルの日本語で話していきます。はい。では、皆さん、7月ももうすぐ終わりますね。皆さんの国では今どんなことが話題になっていますか？今回は日本で7月に話題になったトレンドとニュースを詳しくご紹介します。話題の食べ物や夏のイベント、あと気になるニュースなど、今の日本の生活や文化がよくわかる面白い話題ばかりです。ぜひ最後まで楽しんで日本語を勉強しましょう。それでは行ってみましょう。まず一つ目は7月に日本で話題になった食べ物のトピックです。日本の7月は、とても暑くて湿度も高いので冷たいスイーツが大人気です。その中でも特に最近日本の若い人や外国人観光客の中で話題になっているのが進化系かき氷です。はい。皆さんは進化系かき氷を食べたことがありますか？うんうん。昔の日本のかき氷は削った氷の上にいちごとかメロンのシロップをかけるだけのシンプルなものでした。うん、お祭りや家で食べる身近なスイーツでしたね。でも最近の進化系かき氷は全く違います。はい、この一番の特徴は氷がふわふわなところです。普通の氷だけじゃなくてミルクや紅茶を凍らせた氷を使うお店もあります。特別な機械で氷を削って口の中でふわっと溶ける食感を作っています。食べたことがある人はいますか？うん、口の中に入れた瞬間ふわっと氷が溶けて不思議な感覚がします。あとたくさん食べても頭が痛くならないです。はい。そして進化系かき氷のもう一つの魅力はトッピングが豪華なところです。氷の上に新鮮なマンゴーやイチゴ、ピスタチオのクリームなどが乗っています。ショートケーキやタルトがそのまま乗っている豪華なかき氷もあります。見た目がとても豪華で可愛いのでインスタグラムや TikTok などの SNS に写真をポストする人がたくさんいます。値段は一つ1500円から2500円くらいします。少し高いんですけど有名なお店では予約がすぐいっぱいになったりお店の前に1時間以上もう長い行列ができたりします。皆さんも日本に来たらぜひ進化系かき氷を食べてみてくださいね。はい。次に7月の日本の大切な食文化、土用の丑の日についてお話しします。皆さんは土用の丑の日について何か知っていますか？土用の丑の日とは、簡単に言うと1年で一番暑い時期に
栄養があるものを食べて夏を乗り切ろうという、日本の特別な日です。毎年7月の中旬から下旬頃にあります。今年は7月26日の日曜日にありました。この日に日本人が昔から食べているのが魚のうなぎです。はい。なぜこの暑い時期にうなぎを食べると思いますか？うん。うなぎにはビタミン A やビタミン B など体にいい栄養がたくさん入っています。日本の夏は、とても暑いので暑さで食欲がなくなったり、体がだるくなったりします。これを夏バテと言います。はい。うなぎを食べることでこの夏バテを防いで元気を出すことができると言われているんです。7月になると日本のスーパーやコンビニ、レストランにはたくさんのうなぎが並びます。うなぎに甘辛いソースをつけて焼いたうな重は本当に美味しいですよ。はい。私も土曜の丑の日に家族とうな重を食べました。レストランでね、食べるとすごく高いですけど、スーパーで750円くらいで売っていました。はい。このスーパーで買ったうな重を家族と食べて、夏の思い出になりました。うなぎはね、夏の旬の食べ物なので、本当に美味しかったです。はい。皆さんも夏バテで体がだるくなった時は、ぜひうなぎを食べて、パワーをチャージしてみてください。はい。では、2つ目のテーマに行きます。はい。7月に日本全国で盛り上がる夏のイベントについて話します。はい。7月、後半になると日本全国の川や海で花火大会が開催されます。日本の花火大会はただ夜空に花火が上がるのを見るだけではありません。日本の伝統的な夏の文化を直接体験できる特別なイベントです。花火大会で欠かせないのが、重要なのが日本の伝統的な服、浴衣です。はい。7月になると、子供から大人まで浴衣を着て花火大会に行く人が増えます。浴衣を着て街を歩くといつもと違う特別な気分を味わうことができます。東京で一番有名な隅田川花火大会では約2万発の花火が上がります。毎年数万人もの人が集まります。今年は、7月25日に開催されました。私は人がたくさんいる場所はちょっと苦手なので家のテレビで隅田川の花火を見ました。はい。花火を見ると、今年も暑い夏が来たなと感じます。皆さんは日本の花火大会に行ったことがありますか？花火大会の会場の近くには屋台と呼ばれる小さいお店がたくさん出ます。例えば、焼きそばやたこ焼き、りんご飴などの食べ物の屋台があります。浴衣を着て食べ歩きしながら
花火を待つ時間はすごく夏らしい雰囲気がありますよね。うん、食べ物以外にも金魚すくいや射的などのゲームの屋台もあります。夏に日本に行く方は日本の夏祭りに参加するのもすごく楽しい思い出になると思います。はい。そしてもう一つ大人気のイベントは東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどのテーマパークで行われる水かけイベントです。はい。テーマパークでは夏を楽しむためのイベントとして毎年水かけイベントが開催されます。はい。これはパレードが始まると人気のキャラクターやダンサーたちが大きな水鉄砲やウォーターキャノンを使ってお客さんに大量の水をかけます。少し濡れるだけじゃありません。もうまるでバケツで水をかぶったみたいに服も靴も全身びしょ濡れになります。はい。なのでお客さんも濡れてもいい服を着ていったり、着替えや防水のスマホケースを持って行って準備をします。暑い太陽の下で思いっきり水を浴びるのはとても涼しくてストレス発散になります。はい。では次のテーマに行きます。3つ目のテーマは日本に旅行したい人や日本で生活している外国人学習者の皆さんにも知ってほしいニュースです。はい。皆さんは日本で買い物をするときタックスフリーを使ったことがありますか？うん。服や化粧品、お菓子などを買うときに消費税を払わなくていいので、とても人気がある制度ですよね。うん。実は今このタックスフリー制度のルールが大きく変わることが決定して、観光客の間でもとても話題になっています。ちなみにこの新しいルールは、2026年今年の11月1日からスタートします。はい。11月1日から、何が変わるかというと、お店で税金を払うタイミングです。今まではお店でお会計をするときにパスポートを見せればもうその場所でタックスフリーを使うことができました。ですがこれからは旅行が終わって帰国するときに空港の税関でまとめてタックスフリーを使うというルールに変わります。これはヨーロッパなどでよくある方法です。本当に海外に商品を持って帰るかどうか空港の税関で、確認します。これは、ルールを守って買い物を楽しんでもらうという目的があります。でもタックスフリーの手続きが面倒になりそうと思うかもしれません。でも実は旅行者にとってはメリットもいくつかあります。例えば今まではお菓子や化粧品などの買い物は1日50万円までという、ルールがありましたけど、このルールがなくなります。1日にいくらでも使っても大丈夫ですね。はい。また空港での手続きは、パスポートやスマホをかざすだけで大丈夫です。混雑せずにスムーズに手続きできるように今準備をしています。今年の
11月1日以降に日本へ旅行へ来る予定がある人は、ぜひこの新しいタックスフリーのルールを覚えておいてくださいね。はい。はい、皆さんいかがでしたか？今回は7月に日本で話題になったトレンドやニュースを詳しくご紹介しました。どれも今の日本のリアルな生活や文化が感じられる話題でしたね。うん。皆さんが気になったニュースはありましたか？はい。また、皆さんの国で今流行っている、トレンドやニュースなどがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんのコメントをいつも楽しみにしています。この動画が面白かったという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。いつもたくさんの応援を本当に本当にありがとうございます。はい。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。